躊躇なく重なった色彩、それらが作り出すコンポジション、踊るように自由な曲線、幾度となくドロッピングされた絵の具が生命の脈動を感じさせる。時に繊細に、時に大胆に、あらゆる存在の刹那を表現した絵は鑑賞者の心に共鳴し、その意味を変化させる。これらの作品を描いたのは三村大吾。豊かな自然に囲まれた長野県辰野町川島にアトリエを構える作家だ。大吾が筆を持ち始めたのは2歳の頃。12歳を迎える今も無限の創作意欲で新作を生み出している。彼は2歳の頃から絵画教室を創作の場としていた。制作のための道具が全て揃った自由な環境だ。大吾は生まれて初めて触る画材に戸惑う様子もなく迷わず描き始めた。彼が好んだのは明るい絵の具と大きなキャンバス。生涯の一作目となった絵もこの当時絵画教室で描かれたものだ。F105 のキャンバスに臆することなく少ない手数で塗られた色彩によりコンポジションが表現されていた。後に開催されたグループ展ではこの作品を前に涙を流される来場者も見られた。この時すでに大吾の芸術性は芽生えていたのかもしれない。大吾が8歳となり辰野町にアトリエを構えてから彼がモチーフにしてきたのは常に身近なものだ。アトリエワゴンと名付けられた家はゲストハウスも兼ねており、さまざまな人が訪れる場所にもなっている。豊かな自然がもたらす四季の変化、人とのつながり、時に痛いこと、そして温かいこと、彼の目の前で起こる出来事がたくさんの絵を生み出した。2020年9月、11歳となった大吾の作品展が辰野美術館にて開かれた。2017年から2020年の全作品100点以上が展示された大規模な個展だ。大人の絵のいやらしさがないんですね。大人の絵ってどっちかというと大体の絵でサービスが過剰なんですよ。見る人に向けてね。でそうじゃなくて大悟のあれ見てるとそんなことはお構いなしに子供ですから楽しそうにこうね描いてるんですね。遊んでるでその結果がこういうことになるからね、これがね非常にすごいところですね。風の谷とも評される川島のアトリエに拠点を置き、国内外さまざまな場所で感じた四季の変化、人とのつながり、多くの出来事から着想を得た作品だ。彼が内面に持つ宇宙が作品へと結晶化したものだ。大吾が川島にアトリエを構え、初めに描かれたモチーフは風であった。川島は移住者から風の谷と評されるほど気持ちのいい風が吹き抜ける谷あいの場所にある。そうした場所で四季の表情に感化され、秋、冬、春と3つの季節を超えて描かれたのがこの絵だ。時には外にキャンバスを持ち出すと、山、空、風、そう言いながら彼は描いていた。彼が捉えるイメージはいつも抽象的なものだ。この絵にも山や空そのものは描かれていない。それなのにどうしてかこの絵を見ていると風を感じずにはいられないのだ。この絵に描かれたものはきっと大都会から自然豊かな川島へと拠点を移した時のワクワク、彼の喜びそのものかもしれない。ハワイ島コナの海で見たクジラを描いた作品。
私たちがクジラを描こうとしたらまずどっから描くだろう。綺麗な瞳、尾ひれ、大きな口からだろうか。大悟の場合は少し違った。彼は躊躇なくブルーの絵の具をたっぷりとキャンバスへ流し、まずはじめに海を作った。次に白い絵の具を手にすると、クジラから感じた強い生命力、海面に浮上し、うねる体、共鳴する波しぶき、それらをブルーの海の中で表現した。彼がクジラを描くために表現したものは、クジラそのものではなく、クジラを見たとき、その場で起きたあらゆること。それらを一つのキャンバスに驚くほどシンプルな色彩で表現した。大悟が描くのは常に深く心に残った印象だ。アメリカで出会ったアートアベニューのオーナーからこれに描いてきてくれと渡された思い出のキャンバス。そのキャンバスに描かれた作品がある。タンポポと名付けられたこの作品は翌年の全国公募 IAC 美術展で新人賞を受賞した。彼にとって生涯初めての受賞作品となった。その時はね、大学のことなんか誰も知らない時期でしてね、だからその絵を見て当然大人の絵だと思ったんですね。それでこう見たらね、小学生の絵、いやこれはすごいっていうことで新人賞になったんですね。それからずっと3年4年と続けて賞をもらってるんですね。だからそれから大学とらず IAC の中では有名になったんです。ペーパーの切れ端を張った写真により生まれる幾何学的な直線と絵の具のグラデーションにより生まれる有機的な曲線が鮮やかなイエローの上に混ざり合う彼の傑作の一つだ。実はこの絵には同時期に描かれる兄弟作品がある。同じタイトルが付けられたものには打ってがありブルーが基調となっている。アメリカから川島のアトリエに戻るとちょうど周辺の木々は冬を越えて色づき始めていた。春が深まるにつれアトリエ周辺に足されていく色彩に感化された大悟は鮮やかな色をキャンバスに塗り足していった。完成間近、何を思ったのかは分からない。それまで塗り足していた色彩を真っ青なブルーで覆い隠した。キャンバスの側面にまで塗り込まれた絵の具が絵としてだけではなく立体的な魅力を持った作品だ。色彩を包み込んだブルーに大小さまざまな曲線でされたスクラッチングがまるで春風に揺らめきながら見え隠れする花々の刹那を表現しているようにも見える。彼がハワイ島キラウエア火山に行った時、山に虹がかかった。同行した現地の友人はペレが君が来たことを歓迎している、そう言った。生まれて初めて見る圧倒的な熱量の塊、感動冷めやまぬ現地にてその情景をかき当てた。ボルケーノ。彼がつけるタイトルはいつもシンプルだ。溶岩を実際に見たことがある人の方が少ない。それなのにこの絵を前にすると溶岩だとわかる。私たち人間は感じることができる生き物だからだ。圧倒的な熱量は強さだけではなく温かさを持つ。煮えたぎる火山口を眼下に見た彼は地球そのものを動かしている想像を絶するエネルギー、その呼吸と鼓動を感じたのかもしれない。ボルケーノと名付けたこの絵に描かれているものは地球の持つ生命力、その姿である。その日彼は描く、そう言うとキャンバスを地面に置いた。彼が描きたかったのはサンセット。沈みゆく夕日でオレンジ色に染まり上がっていく空だ。かすれた厚塗りのみで表現されたオレンジのコントラストはその日の空を表現したものだ。ドロッピングされたゴールドはじっと太陽を見ていた彼の目に時折見えた光線だろうか。一色で塗り上げたオレンジに差し込まれたゴールドが平坦であるはずの画面に快調を生み出し、絵画としての完成度を後押ししている。この絵は完成までに1年8ヶ月を要した。川島のアトリエを作っている期間中、ずっと描かれていたその絵には DIY で使用された漆喰やペンキ、小石までもが使われている。この絵が主に外で描かれていたのもこの頃まさにアトリエを作っている最中だったからだ。
移りゆく四季を何度も超えながら描かれたこの絵には、彼が内面に抱いた遊び心と好奇心が凝縮されている。大悟は時々こっそりと絵を描くことがある。ママと名付けられたこの作品もそうして描かれた一枚だ。全作品展のポスターにもなっている代表作の一つ。溶かしたブルーを包み込むようにキャンバス上で混ざり合うように配色された絵の具が凹凸を作り出し、その陰影が繊細に表情を変える。ブルーとオレンジでまるでレイヤー分けされたような画面には、彼の遊び心だけではないうまさがある。この作品は母親の持つ優しいだけではない包み込むような内面の強さを表現した一枚だ。芸術は特別なもの。芸術は神聖なもの。長らくの間、芸術はそのように考えられてきた。作品が私たちに問いかけてくるメッセージを無視して、素晴らしい作品、そうでない作品、わからない作品。鑑賞者は単純な三択で芸術を捉えがちだ。Yes or No。芸術に単純な答えを求めてはいけない。芸術は問いかけだからだ。あなたの心が複雑なように、作品もまた複雑な意味を持っている。この絵は何を描いたものだろう。きっと作者の意図があるはずだ。作品を前に私たちがしてしまう一つの思い込みだ。少なくとも第5年にその答えを探そうとすることは有意義ではないだろう。なぜなら作家本人に意味を聞いても綺麗な答えが返ってくることは少ないからだ。彼はただ描きたいから描いている。それ以上でもそれ以下でもないのだ。けれども彼の芸術は一方的な表現の発信ではない。故にその絵は鑑賞者と対話する。鑑賞者が感じたどんな意味も彼の作品は喜んで受け入れる。作品の意味は鑑賞者に委ねられる。鑑賞者の抱く心象風景、それが彼の絵に投影されたとき、作品は意味を持つのだ。彼は時折何かが降りてきたようにシンフラにキャンバスへ向かうことがある。大きな力に突き動かされているように制作に没入するのだ。この作品もそうした何かが降りてきたように描かれた一枚だ。誰にも教わる必要なんてない。そう言って大悟にキャンバスを預けてくれた恩師がいた。この絵はそのキャンバスに描かれた作品である。くしくも恩師はこの絵を大悟が描いているその日に亡くなられた。大悟は薪ストーブで溶けた母のダウンから綿を取り出すとキャンバスに振りかれた。彼の作品には雪と名付けられた絵が何枚もある。冬になると一面が白銀の世界となる川島で絵を描いていることが影響しているのかもしれない。けれども彼の絵のタイトルは決して絵の説明ではない。何枚もの絵に雪と名付けられているのはそのことを意味している。この絵もそうだ。恩師が亡くなった夜、しんしんと降る雪。彼がそこに見ていたものは何だったのだろう。その日、確かに彼だけには見えていた心象風景をこの絵に表現したのだ。この日の前日に彼はもう一枚、雪という絵を描き上げている。何ヶ月もの制作期間を経て描かれた大作だ。土俵に生えた草木を思わせる鮮やかな色の上に、思い切りよくドロッピングされた白い絵の具からは、雪が山々を覆う姿を感じ取ることができる。この作品は開花東京アワードの入賞作品ということもあり、展示に集まった国内の前衛的なアーティストたちにも影響を与えた作品だ。雪も溶け、緑が顔を見せ始める3月。春の訪れに胸を高ぶらせ、大悟は桜を描き始めた。途中から桜が咲き始め、作品が出来上がる頃には満開になっていた。暖かくなり始めるこの時期、大悟は家族で毎年ハワイ島に行く。けれども、2020年は新型ウイルス下における外出自粛の流れもあり、家の前に咲いている桜の下で毎日のようにお昼を過ごしていたのだ。この頃から大悟は新たな課題としてカラースプレーを使った淡い色彩の表現を始めた。
これまでの彼の作品にはなかった柔らかな質感に、これまでも慣れ親しんできた絵の具の力強さが加わり、心地いい画面を作り出している。満開になった桜の下、そこで過ごした時間の彩りをシンプルな構成と色彩の6連作で表現した絵だ。カラースプレーはその後も大悟のお気に入りの画材となった。完成当初無題であったこの絵にはバラというタイトルが付けられた。古典でこの作品を見た来場者の多くがバラに見えると口にしたからだ。言葉では表現できないもの、だから絵に描いている。それがバラに見えるのであればタイトルはバラにしよう。そんな需要力も含めて彼の絵なのだ。時に深められた芸術作品は感覚の増幅装置のように機能を持つことがある。不安な時に見るとどこまでも不安に、嬉しい時に見るとどこまでも嬉しくなる。コスモス、そう名付けられたこの絵はまさにその時鑑賞者が抱いている感覚を増幅させるような作品だ。青でやる。そう言うと絵の具を思いっきりキャンバスに流し込んだ。水分を含ませたさまざまな色彩をキャンバスに落としたことで、みるみると絵の具は表情を深めていった。複雑なグラデーションで描かれたこれは、広大な宇宙に瞬く星々か、あるいは私たちが抱く心象風景そのものにも見える。この絵は春に描かれた作品だ。その日、4月には珍しく雪が舞っていた。この作品は特に晩祭にまで経験を積まれた芸術家からの評価が高い。画面からは不思議な安定感を感じる。立体的に塗られた絵の具の凹凸に重なる淡いホワイト。偶発的に生まれた細かな線が鑑賞者の想像力を膨らます。遥か上空から捉えた田園の冬景色、はたまた降り積もる夜の雪を大悟の目線から見えたままに描いたものだろうか。これ以上描くといやらしくなるという境界線が絵画には存在する。この境界線を越えることなく筆が止められているのもこの絵の特徴だ。それゆえにこの絵は晩祭の芸術家の心をつかむのかもしれない。波しぶきを思わせるブルーの絵の具で描かれた作品。キャンバス上で溶かされた絵の具が水の持つ流動的な強さと透明感を表現している。海と名付けられたトリプティークのこの作品は、初めはそれぞれ同時期に描かれた単体の絵であった。技法が似ているということもあり、試しに3つを並べてみると驚くほどにしっくりときた。大悟はその時に興味のあることに心から夢中になり絵を描く。単体で描かれた絵が最終完成では連作になるのも彼の芸術ならではの工程なのだ。毎年海外に行く大悟が必ずすることがある。それは現地の画材屋で自分で選んだキャンバスと絵の具を買うことだ。それまでは大きなキャンバスばかりを選んでいた彼が、この時初めて小さなキャンバスを手にした。その夜、宿泊先のホテルでキャンバスをすべてピンク一色に塗り上げた。いささか奇妙にも思う制作風景だが、彼にとってすれば特に深い意味はなく、ブーゲンビリアを道中で見かけたからだろう。大悟はこの花をコスモスという彼の大好きな花なのだ。ピンクに塗られたキャンバスにはさまざまなテクスチャーを描いた。無数に咲くブーゲンビリアの花々を小さなキャンバスの一つ一つになぞらえて彼は表現したかったのかもしれない。描く、終わり、完成。絵を描くときに彼が言う3つの言葉だ。描く。そう言うとアトリエにこもってキャンバスに向かい始める。しばらくすると、終わり。アトリエの中から聞こえるこの言葉が作業終了の合図だ。いくつもの絵を並行して描くこともある。1日で完成される絵もあれば、1年8ヶ月もの間描き加え続けた絵もある。それでも完成、彼がその一言を言った後に描き足された絵は1枚もない。描きたいから描いている。
彼は絵についてそれ以上のことは考えていないのかもしれない。2歳で筆を持ち、10年間描き続けている。それが全ての答えだろう。彼にとって絵は特別なものではない。心が動いたとき、衝動的に筆を持つことが多いのだ。よく笑い、よく泣く。よく喜び、よく悲しむ。悔しいときにはどっかに行ってしまう。嬉しいときにはいつまでもそこにいる。感動したらこっそりと絵に描いたりもする。大悟は自分が芸術家だなんて考えていないのかもしれない。彼にとって絵はいつもそこにあるものなのだ。大悟の好きな花、コスモス。この花には宇宙という意味がある。星の瞬き、真っ暗な夜、吸い込むような青空、吹き抜ける風、川の波間に潜む静寂、雪解けを待つ胎動。すべてのものに境界はなく、宇宙とつながっている。そこに生きる私たちもまた宇宙の輝きの一つなのかもしれない。あなたは彼の絵を前にどんな宇宙を見るだろう。彼の宇宙は広がり続ける。あなたの宇宙もきっと同じように。